手頃な価格で全部ついてくる高圧コンプレッサー。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。案件動画おかげさまです。で、今回はコンプレッサーのレビューをしたいんですけど、それがこちら NA 合同会社さんの DE-PES というブランドのコンプレッサーデュオキューブです。こちら DEPS じゃなくて DE-PES が正しい読み方だそうです。で、この DE-PES は造形ツール、模型ツールを販売しているところで、ニッパーだとか彫刻家が使うようなスパチュラとかを販売しています。それと最近だとね、フルプラ工場さんっていうプラモ系 YouTuber の方が充電式コンプレッサーのコラボモデルなんかを出したりしていて、それで結構ね、知った人多いんじゃないでしょうか。そして先に結論言ってしまいましょう。0.3mm 口径のハンドピース付属、レギュレーターや圧力調整機能がついておりまして、定格 0.2MPa で吹ける高圧のコンプレッサー、ハンドピースの掃除のできる小物付き、こんだけモリモリでなんと価格2万円ぐらいです。性能を考えたらめっちゃ安いですよこれ。定格 0.2MPa ぐらい高圧で吹けるコンプレッサーって何も付属品なしのコンプレッサー単体で2万円以上するっていうのが多いんですけど、この価格でこんなに高性能で、それでいてハンドピースまでついてくるんで、もうカモがネギと鍋背負ってきたぐらいのインパクトあります。おしゃべりはこのくらいにしておきまして、早速製品の方触れていきましょう。それでは動画の全体の流れとしましては、内容物の確認と特徴の紹介、使い心地や作動音の確認、まとめ、このような感じでやっていきます。先ほどから2万円って言ってますけど、実は定価は24,800円です。ただしクーポンが発行されていることがありまして、そちらのクーポン適用することによってだいたい2万円ぐらいで購入することができます。ただしこちらのクーポン数量限定のようなので、気になる方は下の概要欄からお早めにチェックしてみてください。それではコンプレッサー見ていきましょう。はい、それではまずは内容物の確認を行っていきましょう。まずはコンプレッサー、そして 0.3mm 口径のハンドピース、スポイト、めちゃ細いブラシとノズル用のレンチ、それがこちらの入れ物に入っておりまして、エアホース、長さは 1.8 メートル、電源コード、すでにちょっと使ったのでケーブルはごちゃごちゃしちゃってます。そして説明書。以上になります。エアブラシとかスポイトとか掃除用のブラシなんかもついたりしててね、これがあればすぐに塗装できるよっていうセットとなっております。はい、それではコンプレッサーとエアブラシちょっと詳しく見ていきましょう。まずコンプレッサーサイズなんですけど、高圧で吹けるっていうのと 1.5 リットルのタンクがあるんで、やっぱりね家庭用として考えたらまあまあな大きさがあります。ただまあ他の有名どころの高圧なコンプレッサーもこのくらいのサイズなので、そこは気にするほどでもないかなと思います。ちなみに足はちょっと硬めのゴム素材になっておりまして、足部分だけの奥行きは 21.5 センチで、幅の方は 11.5 センチとなっております。まあ一応ここはねカタログスペックに載ってないんで、もし置く場所がめちゃめちゃ限られているっていう人は今の数字参考にしてみてください。そして頻繁に持ち運びするもんではないですが、取っ手もついておりましてね、このように片手で楽々と持ち運びができます。そして正面に来る側にはいろいろついておりまして、まず目につくのがこちら、圧力計が2つついておりまして、こうね足元に置いた場合でも上から見やすいのと、あとは卓上なんかに置いた時でも横から見やすいようになっております。そして圧力の単位なんですけど、ありがたいことにですねメガパスカルで書いてあります。こちら側もメガパスカルですね。他のコンプレッサーだとね、よくバールとか PSI で書いてあったりして、ちょっと変換して数字読んだりする必要あるんですけど、メガパスカルで書いてあるのは非常にありがたいですね。そしてこちらがエアホースをつなぐところとなっておりまして、ここでねエア圧の調整をすることができます。で、私がテスト段階で吹いてみた定格圧力は、ハンドピースの口径が 0.3mm の時で定格 0.2 メガパスカル、ハンドピースの口径が 0.2mm の時で定格圧力 0.22 メガパスカルくらいでしたかね。かなり高圧で吹けます。
そして圧力計の下の方にこういうね、透明のパーツついておりまして、圧力吹いてて、たまにこう水が溜まってくるんですね。その水をここで抜くことができます。そして下にタンクがついておりまして、これを引っ張ると中に溜まった空気を抜くことができます。正面についてはこんな感じ。あとここにエアブラシホルダーがついておりまして、付属のエアブラシはもちろんのこと、私が持ってるね、他のエアブラシも全部入れることができました。そして背面はシンプルで通気口と電源のオンオフボタン、あとは電源ケーブルを挿す差し込み口があります。ちなみに電源ケーブルこんな感じでかなりの長さがあります。一応長さも測っておきますか。はい、一応ピンピンにして測ってきたところ 2m15cm ありました。よっぽどなことがない限りは延長ケーブル使わなくて大丈夫だと思います。はい、コンプレッサーの外観説明としてはこんなもんで、機能面の説明としましては、電源をオンにすると、下のね、1.5 リットルあるエアタンクにエアが溜まっていって、圧力が 0.4 メガパスカルになったら、自動でコンプレッサーが止まってくれます。なのでね、ずっとコンプレッサー動き続けて、あちあちになってしまうっていうのは防ぐことができそうですね。そして 0.4 メガパスカルまでエアが溜まったら、その溜まったエアを消費して、コンプレッサー動かすことなくエアブラシ使うことができます。その辺は後で実演でやりましょう。続いてハンドピース軽く見ておきますと、0.3 ミリ口径のダブルアクションタイプ。押してレバーを引くタイプですね。そしてカップは 9cc で、一般的なサイズです。あとは下にエア調整ネジがついていたり、先端部分がね、こういうクラウンっていう王冠みたいなタイプになっているので、うがいをするときはこうやって指を当てるんじゃなくて、ここのノズルを緩めてやってうがいをするタイプになっています。あとはなんか文字が書いてありますね。Strike while the iron is hot。鉄は熱いうちに打てってことですかね。そして反対側には FPK。そう、フルプラ工場ですね。ちょうど先日ね、フルプラ工場さんの充電式エアブラシセットが販売されたので、それと同じモデルが付属してるっていう感じですね。ただもしかしたら時期によってはこういう印字変わってくるかもしれないので、気になる人は購入前にチェックしてみてください。ということで外観説明はこのくらいにしておきまして、早速ね、実際に使ってみて使い心地、あと作動音の確認も行っていきましょう。はい。で、ここから作動音とかね、実際に塗装してみてどんな感じの使い心地なのかっていうのをレビューしていくんですけど、こちらの説明書なんですけど、めちゃめちゃね、わかりやすく書かれていて、こんな感じでね、イラスト付きの各部位の説明とか、使用開始と使用終わりについての説明とか、あとね、ハンドピースのめちゃめちゃわかりやすい説明、あと調整とか手入れの仕方とかね、めちゃめちゃ丁寧に書いてあるのと、あとここに手入れの方法についても動画でやり方の解説なんかもしてあって、めちゃめちゃ初心者の方にも優しい会社さんだなと思いましたね。一応ちょっとすいません、動画は公開していいのかちょっとわからないので、ちょっと指で今隠させてもらってますけど、塗装やったことないよっていう人でもこのセットあればね、安心して始められると思いました。はい、ちょっとね、使い始める前にこの取扱説明書があまりにもね、しっかりできていたので、ちょっと皆さんに伝えておきたかったっていう次第です。それでは早速コンプレッサーの電源入れてみましょう。裏側のこちらですね。電源オン。はい、こういう感じでぐんぐんエア圧が上がっております。そして作動音なんですけど、大きさの割にね、結構静かだと思います。甲高い音っていうよりは割と低めの音。はい、そして 0.4 メガパスカルになりましたら、このように自動でコンプレッサーが止まってくれます。無音です。そしてちょっとエアを出してみると、はい、こういう感じでコンプレッサーが動作することなく、溜まったエアを消費して塗装することができます。でね、エアーの圧力ほんとめちゃめちゃ強くて、
わかりますかね。めっちゃ皮膚がね、へこみます。適当な紙に拭いてみると、もうマスティフショットガンぐらい強いです。そしてタンクの圧力が 0.2 メガパスカルまで下がると、はい、このようにまたコンプレッサーが作動して 0.4 メガパスカルまで上げるまで動作するっていう感じです。ちなみに今ね、何も引いてないです。普段はちょっとこういう雑巾みたいなのを引いてるんで、いつもと同じ環境でちょっとやりましょうか。はい、それでは塗装ブースの電源オンしまして、実際に塗装を行ってみましょう。はい、塗装ブースの音がね、ちょっとうるさくて声とかが聞き取りづらかったらすみません。その時はなんか字幕とかね、打っておきます。はい、それではこちらのシルバーに塗ったプラスチックスプーン、ここにね、ブラックを重ね塗りしてみましょう。それではいきます。はい、塗ってみるとこんな感じ。やっぱ 0.2 メガパスカルと高圧なんで気持ちよく塗れますね。そしてこのくらいのサイズ、結構大きめなスプーンなんですけど、これくらいの大きさを塗るんだったらタンクに溜まったエアを消費してね、コンプレッサー途中で起動することなく塗り終えることができました。ただこれをもう1枚塗ってると途中でコンプレッサーがまた起動しそうですね。ちょっともう1枚プラスチックスプーン塗ってみましょう。ちょっと喋ってる途中で塗装ブース切ったのでもう一回電源オンします。それでは塗装します。はい、塗装はし終わりましたが、コンプレッサーの方が今起動しておりまして、また 0.4 メガパスカルになるまでエアーを溜めようと動いています。ただそんなに音はうるさくなくてですね、むしろこっちの塗装ブースがよっぽどうるさいです。そしてやっぱりね、甲高い音じゃないんで全然耳障りな感じもしないですね。ちなみにこちらにエア圧を弱めるバルブもついておりますので、このようなね、繊細な塗装も行うことができます。こういうね、グラデーション塗装ももちろんできます。もうコンプレッサーの性能としては本当に申し分ないですね。ちなみにハンドピースのうがいなんですけど、ここのね、先端から2番目のところを緩めると、このようにうがいをすることができます。こうやって押さえなくていいんでね、手が汚れなくて、私この緩めるタイプの方が好きです。そしてちなみにこちらエアーが0から 0.4 メガパスカルまで溜まるのがだいたい70秒。そしてタンクに溜まったエアーを使っていって 0.2 メガパスカルまで落ちると再びコンプレッサーが動き出してまた 0.4 メガパスカルになるまでエアーを溜めるんですけど、その時にかかる時間がだいたい50秒ぐらいでした。はい、それでは最後にね、こちらの騒音測定器を使って数値で見たらどのくらいの感じなのかっていうのをチェックしておきましょう。そして比較としてクレオスのリニアコンプレッサー L5、 あとはアネスティのコンプレッサーとも比較してみましょう。測り方としてはこんな感じでタオルの上に乗せてそれぞれのコンプレッサーの前に置いて測ってみます。それではまずはクレオスのリニアコンプレッサー L5 からやってみましょう。の前に、はい、まずは窓を閉め切っている部屋のデシベルはこんな感じ。ちょっと静かにします。35から40ぐらいですかね。それではリニアコンプレッサー L5 作動させます。スイッチオン。62にしときましょうか。62デシベル。そして音では伝わりにくいんですけど、結構ね、振動がありますね。はい、それでは続きまして DPES のデュオキューブ。こちら測ってみましょう。スイッチオン。
こちらも61、62ぐらいですかね。ただですね、地面に伝わる振動がリニアコンプレッサー L5 に比べたら全然ないので、なんかこうあんまり腹にくるような感じではないですね。今止まりましたね。止まると静かになってくれます。はい、続きましてアネスティのコンプレッサー測ってみましょう。スイッチオン。こちらは若干大きめで65デシベルぐらいっていう感じです。ただこの3種類に関して言えば耳で聞いた感じではどっこいどっこいですね。なのでね、こちらの DE-PES のデュオキューブ、高圧で吹ける割にそんなに特段うるさくはないので、かなりいい製品なんじゃないかなと思います。ちなみに塗装ブースの騒音測定すると、はい、コンプレッサーよりもこっちの方がよっぽどうるさいですね。はい、ということで以上 DE-PES のデュオキューブ塗装実演と動作音の確認でした。はい、ということで DE-PES の高圧コンプレッサーデュオキューブを使ってきましたがいかがでしたでしょうか。まとめると定格 0.2 メガパスカル以上で吹けるかなりパワフルなコンプレッサーで、それでいてねオートストップ機能もついているのでしばらく塗装してないと静かになってくれます。コンプレッサーの動作音も変なガラガラ音とかなくて耳障りじゃなくてね結構静かな方かなと思いました。あとはメガパスカル表記の圧力計が2つついております。そして付属のハンドピースも作りがかなりしっかりしておりまして、ここでねエアの調整もできますし、カップにね塗料がつきやすいとかもないですし、うがいする時もね指で押さえることなくノズルをちょっと緩めてやればトリガーだけでうがいすることができます。私の持ってるねこのクレオスの1万円くらいするハンドピース、全然これと同じような使用感で使えましたね。いや、これがコンプレッサーについてくるなんて本当カモネギですよ。そしてね高圧のコンプレッサーなんでウレタン塗料を使いたいっていう人もいると思いますが、説明書の方にねちゃんとウレタン塗料の扱いについてっていうので洗浄方法の動画なんかもあります。さっきねこちら指で隠したんですけど、調べてみたら公式ホームページに動画ありましたので QR コードも見せちゃいます。いや、改めて言いますけどこの取扱説明書ね、ハンドピースの取り扱いとかがこうやって画像でしっかり載ってて、ちゃんとエアブラシに詳しい方が監修しているんだなっていうのがすごい伝わります。そして定価は 24,800 円なんですけど、数量限定期間限定でクーポンを発行しているみたいなので、気になった方はお早めにチェックしてみてください。でも割引なくて 24,800 円だとしてもね、この高圧コンプレッサーで使いやすいハンドピースもついてくるっていうフルセットなので全然安いと思います。下の概要欄に Amazon リンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。いや本当にね全部入ってるんで、これから塗装を始めたいっていう人にはもちろんのこと、高圧でねパワフルに塗装をやっていきたいっていう人にもめっちゃおすすめです。はい、ってことでそろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではコンプレッサーの紹介をはじめとしたプラモデルに役立つ情報を発信しております。今回の動画が良かった、次の動画も気になるなという方はぜひ高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。また X、Twitter もやっておりますのでよかったらチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。